今日お時間いただきありがとうございます。こちらこそです。ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私ども株式会社ユーグルナと申しまして、2005年に創業した東京大学発のバイオベンチャー企業でございます。ユーグルナがミドリムシをはじめ、ユーグルナクロレラをはじめとした微細藻類の研究開発、製造から販売までを行っている会社でございます。で、本日お越しいただいているこの八重山食産株式会社という会社が創業が1975年なので来年50周年を迎える会社になります。この八重山食産はもう創業からずっとこの八重山クロレラを使いいただいているクロレラですねをずっと作り続けている会社でございます。でもユーグルナができたタイミングからユーグルナグループで使っている食用のユーグルナクロレラ原料の生産を全て担っているという超重要工場でございます。クロレラの特徴を簡単にご説明させていただければと思います。よく聞かれるのがユーグルナとクロレラ何が違うんですかという質問を非常によくいただくんですけれども、同じ微細藻類ではあるんですけども特徴は全然違います。大きさから持っている栄養素から特性まで全然違います。まずユーグルナって髪の毛の断面より少し小さいぐらいなんですけれども、クロレラはそれよりさらに小さい生き物になります。で、栄養の面でも入っているものは違いまして、ユーグルナは植物と動物なんですけども、クロレラは、植物の栄養素のみなんですけれども、非常に良質な植物性のタンパク質を多く有しておりまして、大体約 60% タンパク質で、タンパク質を分解してできるアミノ酸のスコアが非常に高いというのが特徴でして、アミノ酸スコアっていう100点満点でアミノ酸のバランスを評価する指標があるんですけれども、そのスコアが93点、場合によっては100点出るっていう場合もあるぐらいアミノ酸のバランスに非常に優れている素材でございます。で、その他に入っている栄養素も他のお野菜と比べても非常に高含有であることが分かっています。クロレラって栄養補助食品としてかなり食されてきた歴史があるというところは、食品の足りない栄養素を補うという観点で長く食されているのはこの辺の観点からになります。で、クロレラはもう栄養補助食品として長く食されてきたんですけれども、実はクロレラもこの機能性がたくさんあるよっていうのが研究で分かってきております。でも今一番注目いただいていると聞いているのがこの毒素吸収阻害排出の効果でございます。デトックスと言われているものですね。クロレラを飲むと重金属だったりとかカビ毒ですねを体の中にためないで排出してくれるという効果があるんじゃないかというふうに言われています。だからアメリカの先端医療の先生の分野ではかなり知られた話みたいでして、水銀の排出でアメリカの歯医者さんでクロレラを溶かした液体をうがいで使ってるっていうところがあるというふうに伺ったことがございます。それぐらい体にいらないもの、排出しにくいものを排出してくれると効果に注目を集めているところでございます。まずこの原点である石垣島の象徴がこの八重山食産という会社でございます。50年以上このクロレラ微細藻類を育て続けている会社なので、いわばユーグレナ社の先輩企業になります。八重山食産で働いている人たちの写真になります。9割以上が石垣島生まれ育ちの方ですね。石垣島の現地の人が作って生まれている完全に石垣島の地元の素材になります。で、各種認証も取得しておりまして、国際工場規格である FSSC22000 をはじめ、各種宗教にも対応するような認証もしっかり取得していて、安心安全な多様な方に食べていただけるような認証も取得しております。で、ユーグルナクロレラの種株は八重山食産でこれ完全に滅菌された無菌状態で徐々にスケールアップしていって、この無菌状態では約5トンのレベルまで育種を進めていきます。で、育種の工程が終わったら、これ本培養というところに移るんですけれども、これが皆さんイメージにおありの屋外で育てるというところです。屋外で培養することによって石垣島の豊富な日射だったりですとか、あと良質な水を使って培養されたクロレラはタンパク質だったりビタミン、ミネラル等々の豊富な栄養素をバランスよく含んだクロレラがこのオープン培養という方式で得ることができます。屋外で、十分に育ったら今度は収穫していくんですけれども、こちらが、遠心分離器になってまして、この釜のようなところで液体を高速回転させて、余分なお水だったりとか、あとはゴミなんかは外に排出されて、で総体はまた再度回収されるというような仕組みになっております。で、これをお水を加えながら何度か繰り返すことできれいな培養液で濃縮された培養液を取得することができます。粉末化の工程になります。金属製のこの筒状のような機械になってます。そこに上からシュッシュッと瞬間的に粉末化していくような方式にとっております。で、瞬間的に粉末化していくことによって色だったりとか、あと栄養素も残りやすい状態で粉末を取得することが可能となっています。収穫ができましたら品質検査まで八重山食産の工場で行っています。で、生産ロットごとに厳しい品質検査を行っていまして、食品衛生法の基準はもちろんなんですけれども、各種規格基準よりさらに厳しい自社基準というものを設け
て、それをクリアしたもののみ製品化のとして出荷していくという感じになります。はい、クロレラのプールに来ました。プールはきれいに清掃をしてこれから培養を培養します。感じですね。見た目大きいよね。うん。すごい、ここで作られます。は